だが、それでも物音は立てるなよ。と彼は同じ囁き声で続けた。どこにいようと、あいつを一回食わせてやる。靴を脱いで僕についてこい。そんな真似をした僕を不思議に思うかもしれない。だが、君は A.J. ラフルズに会ったことがあるまい。彼の力の半分は、命令者を導き手の中に溶け込ませる、あの人を懐柔する手札にあった。あれほどの熱意で先導する者には、ついていかずにはいられない。問いただすことはあっても、まずは従ってしまうのだ。だから今も、彼が自分の靴を脱ぎ捨てる音を聞くと、僕も同じようにした。そして、これが見知らぬ相手に夜更けに金を借りに行くにしては、なんとも異様なやり方だと気づくよりも早く、彼のすぐ後ろについて階段にいた。だが、ラフルズとその相手とが、よほど格別に親しい間柄なのは明らかだった。さては互いに悪ふざけを仕掛け合う仲なのだろうと思わずにはいられなかった。僕たちはあまりにゆっくりと手探りで階段を登っていったので、てっぺんに着くまでにいくつもの気づきを心に書き留めるあんまがあった。階段に絨毯は敷かれていない。広げた右手の指は湿った壁に触れても何も見出さなかった。左手の指は手すりに積もった触れてそれとわかるほどの埃の中を引きずられていった。この家に入ってからずっと不気味な感覚が僕にまとわりついていた。それは一段登るごとに強まっていく。僕たちは一体どんな忍者をその寄りで驚かせようというのか。踊り場に着いた。手すりに導かれて左へ折れ、さらにもう一度左へ、あと4段で別のもっと長い踊り場に出た。その時突然暗闇からマッチが燃え上がった。こすられる音さえ聞こえなかった。その閃光は目がくらむほどだ。光に目が慣れると、そこにはラフルズが片手でマッチを掲げ、もう一方の手でそれを覆って立っていた。むき出しの床板と剥がされた壁、そして抱き部屋の開け放たれた扉の間に、ここはどこなんだと僕は叫んだ。この家は空き家じゃないか。ちっと、待て。と彼は囁き、空き部屋の一つへと先導した。敷居をまたぐと彼のマッチは消えたが、彼はわずかな物音も立てずに、もう一本こすった。それから僕に背を向けて立ち、目には見えない何かをいじっていた。だが2本目のマッチを投げ捨てた時、代わりに別の何かの光があり、かすかに油の匂いがした。肩越しに覗き込もうと一歩前に出たが、その前に彼が振り向き、小さなランタンを僕の顔に向けてかざした。これは何だと僕は息を飲んだ。どんなくだらない悪ふざけをするつもりだもうやったところさ。と彼はあの静かな笑いとともに答えた。僕にあいにくそうなんだ、バニー。では、この家には誰もいないのか。僕たち二人の他は誰もいない。じゃあ、金を用立ててくれるボンドストリートの友人の話は、ただの出任せだったのか。すっかり出任せというわけじゃない。ダンビーが僕の友人だというのは全く本当のことさ。ダンビー。開花の宝石商だ。どういう意味だと僕は囁いた。彼の言わんとすることが見えてくると、木の葉のように震え出した。僕たちは、その宝石商から金を手に入れるのか。いや、正確には違う。では、何をそれに見えんものを、彼の店からね。もう問いを重ねる必要はなかった。僕が悟れなかったこと以来、すべてが腑に落ちた。彼はいくつもほのめかしていたのに、僕は一つも汲み取らなかったのだ。そうして僕は、あの空き部屋で、彼を見つめて立ち尽くした。彼は感動ジオウチンを手に、僕を笑いながら立っていた。強盗だと僕は息を飲んだ。君が才覚で食っていると言ったろう。なぜやることを話してくれなかった？なぜ僕を信じてくれなかった？なぜ嘘をつかなきゃならなかったんだ？恐怖に怯えながらも、痛いところを突かれて、僕は問い詰めた。話したかったさ。と彼は言った。一度ならず話そうとしたところだったんだ。犯罪について君の腹を探ったのを覚えているだろう。もっとも君自身が何と言ったか大方忘れているだろうがね。あの時は本気だとは思わなかったが、試してみようと思ったのさ。今では君が本気でなかったと分かった。責めはしないよ。悪いのは僕だけだ。ここから抜け出したまえ、いいかい君、できるだけ早くね。あとは僕に任せろ。
他に何をしようと、君は僕を撃ったりはしないだろああ、彼の抜け目なさ。その悪魔のような抜け目なさときたら、もし彼が脅しや強要や朝蹴りに訴えていたなら、たとえこの後に及んでも全ては違っていたかもしれない。だが彼は僕を見捨てて立ち去れるよう自由にしてくれた。僕を責めはしない。口外無用と縛りさえしない。僕を信じてくれたのだ。彼は僕の弱さと強さを知り尽くし、名人の手並みでその両方を奏でていた。待ってくれ、と僕は言った。これは僕が君に吹き込んだことなのか、それともどのみち君はやるつもりだったのか。どの道というわけじゃない。とラフルズは言った。鍵を手に入れて何日にもなるのは本当だ。だが今夜買った時、予想かと思っていた。実のところ、これは一人仕事じゃないんでね。それで決まりだ。僕が引き受ける。本気か。ああ、今夜のところはね。さすがはバニーだ。と彼はつぶやき、ランタンを一瞬僕の顔に向けた。次の瞬間には計画を説明しており、僕はうなずいていた。まるで二人が生まれてこの方ずっと金庫破り仲間だったかのように。この店のことは知っているんだ。と彼は囁いた。そこでいくつか品物を買ったことがあるからね。この上海のこともよく知っている。一月前から貸しに出ていて、僕は内見の許可を取り、鍵を使う前に型を取っておいた。一つだけわからないのは、この二つの間をどう通じさせるかだ。今のところ通路はない。ここで作ってもいいが、僕としてはむしろ近いが好みだな。少し待っていれば様子を見てくる。彼はランタンを床に置き、奥の窓へ忍び寄って、ほとんど音も立てずに開けた。だが、同じように慎重に窓を閉めると、かぶりを振りながら戻ってきただけだった。あれが一つきりの望みだったんだ。と彼は言った。奥の窓の上にもう一つ奥の窓があってね。だが暗すぎて何も見えやしないし、外に明かりを見せるわけにもいかない。僕について地階に降りてこい。それから忘れるな、敷地内には一人いないが、それでも音は立ててすぎるくらいなら立てなさすぎる方がいい。それ、聞け、あれを。それは、さっき外の敷石の上で聞いた、あの規則正しい足音だった。ラフルズはランタンの光を絞り、二人はまたそれが過ぎ去るまで、身白ぎもせずに立っていた。警官か。と彼はつぶやいた。さもなくば、この宝石商連中が共同で雇っている夜景だな。僕たちが見張るべきは夜景の方だ。奴はまさに、この手のことを嗅ぎつけるために金で雇われているんだからな。二人はそろそろと用心深く階段を降りた。それでも段はいくらかきしんだ。通路で靴を拾い上げ、それから狭い石段を降りていく。その下でラフルズは明かりを灯し、再び靴を履いた。そして、上で許していたよりも少し高い声で、僕にも同じようにしろと促した。今や僕たちは通りの高さよりかなり下にいて、その狭い空間には、辺りの数だけ扉があった。3つは細く開いていて、その向こうに空の地下室が見えた。だが4つ目には鍵がかかり、缶抜きが刺されていた。やがてこの扉が、霧の溜まった深く四角な井戸の底へと、2人を送り出した。区画を挟んだ向かいにも、よく似た扉が1つ面している。ラフルズがランタンをそれに押し当て、その光を体で隠していると、突然、短く鋭い砕ける音がして、僕の心臓は凍りついた。次の瞬間、扉が大きく開いているのが見えた。そして中にラフルズが立ち、バールで僕を手招きしていた。扉その1だ。と彼は囁いた。あと何枚あるか知れたものじゃないが、少なくとも2枚はあると分かっている。それも大して音を立てずに片付けられるさ。ここまで降りれば危険は少ない。今や僕たちは、たった今降りてきたのとそっくり同じ狭い石段の底にいた。中庭、つまり井戸が住居側と店側の両方に共通する唯一の部分なのだ。だがこの石段は開けた通路には通じていなかった。代わりにてっぺんで一枚の並外れて頑丈なマホガニーの扉が立ちはだかっていた。やっぱりな。とラフルズはつぶやき、僕にランタンを手渡した。そして数分の間錠前をいじった後、合鍵の束をポケットにしまった。これを破るには1時間仕事だぞ。こじ開けられないのか？無理だ。この手の錠前は知っている。
やってみても無駄さ。切り抜くしかない。1時間はかかるな。僕の時計で47分かかった。いや、正確にはラフルズに言った。あれほど慎重極まる仕事ぶりを僕は生涯で見たことがない。僕の役目はただ片手に眼導寺を打ち、もう一方の手に潤滑油の小瓶を持ってそばに控えていることだけだった。ラフルズは瀟洒な刺繍入りのケースを取り出した。明らかにカミソリ入れのはずだが、代わりに潤滑油も含めて秘密の家業の道具がぎっしり詰まっていた。そのケースから直径1インチの穴を開けられるビットを選び、小さいが極めて頑丈な鋼鉄のブレースに取り付けた。それからカバートコートとブレザーを脱ぎ、一番上の段にきれいに広げ、その上に膝をつき、シャツの袖をまくり上げ、鍵穴のそばにハンドドリルを当てて作業にかかった。だがまず音を抑えるためにビットに油をさした。新しい穴を開け始める前には決まってこれをやり、しばしば一つの穴の途中でもそうした。あの錠前の周りを切り抜くのに32回もの穴開けを要した。僕は気づいた。最初の丸い穴にラフルズが人差し指を1本差し込むのを、やがてその円がますます長い楕円になると、彼は親指の付け根まで手を通した。そして彼が小声で悪態をつくのが聞こえた。恐れていた通りだ。どうした？向こう側に鉄の門があるぞ。一体どうやってそれを抜けるんだ？と僕はうろたえて尋ねた。錠前をこじ開ける。だが2つあるかもしれない。その場合は上下に分かれているはずだから、新しい穴を2つ開けることになる。この扉は内開きだからな。今のままじゃ2インチも開きやしない。正直に言うと、錠前をこじ開ける3段には楽観できなかった。すでに一つの錠前に手こずったのだから。落ち着いて考えていたら、僕の落胆と焦りこそ自分自身を見透かす手がかりになっていたことだろう。実のところ僕は自分でも当時はまるで意識しないまま、この悪事に思わず知らずの熱意で踏み込んでいたのだ。事の一部始終の持つロマンと危険が僕を呪縛し、うっとりさせていた。僕の道徳心と恐怖心は共に麻痺してしまっていた。そうして僕は真っ当な仕事には一度も注いだことのない強い関心を持って明かりをかざし、小瓶を握って立っていた。そしてそこには黒髪を振り乱した A.J. ラフルズが膝をついていた。カウンティマッチで彼がオーバーまたオーバーと投げ込むのを見た時と同じあの油断のない静かで決然とした薄笑いを浮かべて、ついに穴の連なりが完成し、錠前がそっくり引きずり出された。見事なむき出しの腕がその隙間とその向こうの鉄門の格子を抜けて肩までズブリと差し込まれた。さあ、とラフルズがささやいた。錠前が一つきりなら真ん中にあるはずだ。閉めた。あったぞ。あとはこじ開けさえすればようやく通り抜けられる。彼は腕を引き抜き、束から合鍵を一本選び、それから再び肩まで腕を差し込んだ。行き詰まる瞬間だった。体の中で心臓が脈打つのも、ポケットの中で時計が時を刻むのも、そして時折なる合鍵のチリンチリンという音も僕の耳には聞こえた。やがてついに紛れもないカチリという音がただ一つ響いた。次の1分と経たぬうちにマホガニーの扉と鉄門は背後に大きく口を開け、ラフルズは事務机に腰掛けて顔を拭っていた。傍らではランタンが揺るぎない光を投げかけていた。今や僕たちは店の裏手にあるガランとした広い玄関間にいた。だが店との間は鉄のシャッターで隔てられていて、その姿を見ただけで僕は絶望に襲われた。ところがラフルズは少しも気落ちした様子もなく、玄関間の掛け釘にコートと帽子をかけてからランタンでそのシャッターを調べ始めた。あんなものは何でもない。1分ほど見聞すると彼は言った。たちまち抜けられるさ。だが向こう側に扉がもう一枚あって、それが厄介かもしれない。また扉かと僕はうめいた。で、これをどうやって攻める気だ？継ぎ手式バールでこじ上げるのさ。この手の鉄シャッターの弱点は下からかけるテコの力なんだ。だが音が出る。そこで君の出番だ、アニー。こここそ君なしじゃどうにもならんところさ。通りに人気がなくなったら合図してもらうため見にいてもらわなきゃなら。一緒に行って明かりをつけてやろう。なるほど。
この孤独な見張り役の見込みが僕にどれほど嬉しくなかったか想像がつくだろう。それでいて、それに伴う重大な責任にはどこか胸を躍らせるものがあった。これまでの僕はただの傍観者に過ぎなかった。今やこの勝負に加わろうとしている。そして新たな興奮が僕の胸の内ですでに死んだ神経も同然となっていた良心と保身の念に僕を一層無感覚にした。そうして僕は一言の不平もこぼさず店の上の表の部屋で持ち場に着いた。設備一式は次の借り手の選択に委ねるべく残されており、僕たちには幸いなことにその中にはすでに下ろされたベネチアンブラインドが含まれていた。羽板の隙間から通りを覗き見て、誰かが近づいてきたら足で2度叩き、また人気がなくなったら1度叩く。これほど造作のない仕事はなかった。下から聞こえてくる物音は僕の耳にすら届くものでさえ、初めの一度の金属的な砕ける音を除けば信じがたいほどかすかだった。しかもその物音は僕がつま先で2度叩くたびにピタリと止んだ。窓辺で過ごした1時間近くの間、警官は僕の目の下を6度は優に通り過ぎ、宝石商の夜景とおぼしき男はさらに何度も通った。一度だけ本当に肝を冷やしたことがあった。ただ一度きりだ。それは夜景が立ち止まり、覗き窓から明かりの灯った店内を伺った時だった。僕は奴の予備子を待った。講師台か牢獄かを待ち受けた。だが僕の合図は異論なく守られ、男は心乱されぬ平静さで通り過ぎていった。ついに今度はこちらに合図が来た。僕はマッチを灯しながら来た道を引き返した。広い階段を下り、狭い階段を下り、区画を横切り、玄関前と上がっていくと、ラフルズが手を差し伸べて待っていた。よくやった君。と彼は言った。土壇場でも変わらず頼りになる男だ。報酬は出すぞ。1ペニー分でも稼いだなら1000ポンド分は手に入れた。全部このポケットの中さ。それに、このロッカーでこんなものも見つけた。なかなか上等のポートワインと葉巻だ。気の毒なダンビーの取引相手のために用意してあったものさ。一口やりたまえ、葉巻やそのうち吸わせてやる。洗面所も見つけたから出る前に人洗いして身なりを整えなくては。僕と来たら君の靴みたいに真っ黒だからな。鉄のシャッターは降りていたが、彼はそれを上げると言って聞かなかった。僕が向こう側のガラス扉から覗いて、その先の店に施した彼の手際を見られるようにと、ここでは電灯が2つ夜通し灯されたままで、その冷たい白い光の中では初めのうちおかしなところは何も見えなかった。整然とした工事に沿って目をやると、左手にはからのガラスケース、右手には手つかずの銀器を収めたガラス戸棚、そして正面には覗き窓の薄黒い目玉が舞台の月のように通りへ向かって光っていた。ラフルズはカウンターを空にしてはいなかった。その中身は茶房の金庫に収まっていて、彼は一目見ただけでそれを断念したのだ。銀器にも目もくれず、ただ僕のためにタバコ入れを一つ選んだだけだった。彼は店のショーウィンドウだけにすっかり敵を絞っていた。それは3つの区画に分かれ、夜の間それぞれ別々の錠前のついた取り外し式のパネルで守られていた。ラフルズはその時刻を数時間ばかり繰り上げてパネルを外していて、電灯は空っぽの死骸のあばら骨さながらにむき出しになった波形の鎧戸を照らしていた。扉の小窓からは見えないただ一箇所から価値ある品はことごとく消えていた。他はすべて人や前のまま手つかずだった。そして鉄のシャッターの裏に切り刻まれた扉の連なり、勝手に拝借したワインの一本と葉巻の箱、洗面所のかなり黒ずんだタオル、あちこちに散らばる燃え尽きたマッチ、それに埃をかぶった手すりに残った僕たちの指の跡、それを除けば二人の訪れの痕跡は何一つ残さなかった。ずっと前から頭にあったかって。夜明けへと向かう通りをそぞろ歩きながらラフルズは言った。まるでどこかの舞踏会から帰る途中ででもあるかのように。いや、パニー、一月ほど前にあの城下が空いているのを見るまでは考えもしなかったよ。それで土地の様子を探ろうと店でいくつか品物を買ったんだ。そういえばその代金をまだ払っていなかったな。だが、やはや明日には払うと思う。それこそ私的正義というものじゃないか。違うかい。一度の訪問でこの場所の見込みは分かった。
だが2度目の訪問で相棒なしには見込みがないと思い知らされた。だからほとんど諦めかけていたのさ。そこへよりにもよってこの夜これ以上ない窮状で君がやってきたわけだ。さあオールバニーに着いたぞ。木がいくらか残っているといいんだが、君がどう感じているかは知らないが、僕の方はキーツのフクロウみたいに凍えきっているからね。重罪を犯した帰り道にキーツのことを思い出せるとは、人並みに自分の炉端を恋しがれるとは。僕の中で水門が切って落とされ、今度の冒険の身も蓋もない真相が氷のように冷たく押し寄せてきた。ラフルズは強盗だった。僕はその一件の押し込みに手を貸した。故に僕もまた強盗なのだ。それなのに僕は彼の暖炉のそばに立って体を温め、彼がポケットを空にするのを眺めていられた。まるで驚くべきこともよこしまなことも何一つしなかったかのように。血が凍った。胸が悪くなった。頭がぐるぐると回った。僕はこの悪党をどれほど好いていたことか、どれほど称えていたことか。今やその行為も称賛も嫌悪と憎しみに変わらねばならない。僕はその変化が訪れるのを待った。心の底でそれを感じたいと切に願った。だが願えど待てど、それは虚しいばかりだった。彼がポケットを空にしているのが見えた。テーブルはその溜め込んだ宝でキラキラと輝いた。指輪が幾ダース、ダイヤモンドがいくつコア、ブレスレット、ペンダント、髪飾り、ネックレス、真珠、ルビー、アメジスト、サファイア。そしていつもダイヤモンドが、何にでもダイヤモンドが光の銃剣をきらめかせて僕の目をくらませ、もはや忘れることができないがゆえに僕に信じることを拒ませた。最後の最後に出てきたのは宝石ではなく、内ポケットにあった僕自身の拳銃だった。それがある金線に触れた。僕は何か口走ったらしい。手がさっと伸びた。今でも目に浮かぶ。ラフルズが再び僕を見て、澄んだ亮の目の上に高々と眉を吊り上げる様が、あの静かで皮肉っぽい笑みを浮かべながら拳銃を返してくれる前に弾を一つずつ抜き取る様が、信じないかもしれないがね、バニー。と彼は言った。これまで弾を込めて持ち歩いたことは一度もないんだ。ないして、その方が度胸がつく気がしてね。とはいえ、何かまずいことになればひどく厄介なことになる。使ってしまうかもしれない。それでは、まるで筋が違う。もっとも、ことをやり遂げたばかりの人殺しというのは、雲行きが怪しくなる前には、さぞ大した心地を味わうに違いない。そう思うことはよくあるがね。そんな悲痛な顔をするがね、君。僕はそんな心地を味わったことはないし、これからも味わうことはあるまいよ。だが、これくらいのことは前にもやったんだろうと僕はしわがれ声で言った。前にも。ねえ、バニー、それは心外だな。初めての試みに見えたかい。無論、前にもやっているとも。しょっちゅう？いや、まさか。とにかく、教師を損なうほどしょっちゅうじゃない。実のところ、よほど金につまらない限りは、決してやらない。シンブルビーのダイヤモンドの話を聞いたかい。あれが最後でね、それもひどく安物のまがいものだった。それから去年、ケンリーであったローマー家のハウスボートのちょっとした一件。あれも僕さ、大したものじゃなかったよね。本当に大きな山を僕はまだ一度も成し遂げていない。それを成し遂げたら足を洗うつもりさ。そうだ。僕はどちらの事件もよく覚えていた。それが彼の仕業だったとは、信じがたく、けしからん、思いもよらぬことだ。だが、ふと目をテーブルに落とすと、それが100箇所でキラキラと輝いていて、もはや疑う余地はなくなった。どうして始めたんだと僕は尋ねた。単なる驚きを好奇心が上回り、この男への魅惑に、その経歴への魅惑が次第に織り込まれていったのだ。あ、それは長い話さ。とラフルズは言った。植民地でのことだ。クリケットをしにはるばる出かけていた時よね。今ここで話すには長すぎる話だが、僕は今夜の君とそっくり同じ窮地に陥っていて、それが唯一の抜け道だったんだ。それ以上のものにするつもりは毛頭なかった。だが一旦血の足を覚えてしまうと、もう僕はおしまいだった。盗めるものをなぜ働いて稼ぐ。興奮もロマンも危険も人並みの暮らしも全部一緒に転がり込んでくるというのに、なぜ気の進まぬ退屈な勤め口に落ち着く必要がある。無論
それはひどく悪いことさ。だが、誰もが同学者になれるわけじゃない。そもそも富の分配というやつが甚だ間違っているんだからな。それに、年がら年中やっているわけでもない。ギルバートの思考を自分に言い聞かせるのにはもう飽き飽きしているが、あれは深いところで真理をついている。ただ、君が僕ほどこの暮らしを気に入るかどうか、それだけが気がかりだよ。気に入ると僕は叫んだ。とんでもない。僕に向いた暮らしじゃない。一度でたくさんだ。もう一度手を貸してはくれないのか。頼まないでくれ、ラフルズ。5章だから頼まないでくれ。だが君は僕のためなら何でもすると言った。犯罪の名を挙げてくれと言った。もっともあの時本気でないのは僕には分かっていたがね。今夜君は僕を裏切らなかった。本来ならそれで満足すべきなんだ。全くのところ。僕は恩知らずで聞き分けがなく何とでも言うがいい。この辺で終わりにすべきなんだ。だが君は僕にとってまさにうってつけの男だよ。兄、まさにうってつけの男だ。考えてもみろ、今夜のしのぎ方を。かすり傷一つ、しくじり一つなかった。見ての通り、嫉妬も恐ろしいことなんかないのさ。二人で組んでいる限り、決して恐ろしくなることはない。彼は僕の前に立ち、両の肩に手をかけていた。あの心得た笑い方で、にっこりと微笑んでいた。僕はくるりときびすを返し、ロダナに両肘をつき、燃えるような頭を両手の間にうずめた。次の瞬間、一層温かな手が僕の背中に置かれた。いいんだ、君。君がすっかり正しくて、僕は間違っているどころじゃない。二度とは頼まないよ。生きたければ生きたまえ。そして昼頃にまた来て、金を受け取るといい。取り決めなんてものはなかったな。もちろん君を窮地から救い出してやるとも、とりわけ今夜君があれほど僕に味方してくれた後ではな。僕は再び向き直った。血が燃え立っていた。もう一度やる。と僕は歯を食いしばって言った。彼はかぶりを振った。君にはできやしないさ。と、僕の正気を失った熱意に、すっかり上機嫌で微笑みながら言った。やるとも。と僕は悪態をついて叫んだ。いつだって手を貸してやる。君が望むだけ何度でも。今さら何だって言うんだ？一度足を踏み入れたんだ。また踏み入れてやる。どのみち僕は身を持ち崩した。もう後戻りはできないし、できたとしても戻りはしない。もはや何一つ、これっぽっちも構うものか。僕が入りようになったらいつでも声をかけてくれ。こうしてラフルズと僕は3月15日に悪事の手を結んだのだった。